空港職員に年末年始休暇がないってことは、外国人渡航者が増えるってこと？こんにちは、大輔です。本日はフィリピンの入国条件とナイアに到着した時の検疫プロトコルについてのお話をしていきたいと思います。10月からですね、フィリピン人の海外渡航が許可されたりですとか、11月からは経済特区を中心とした投資家ビザを持つ外国人の入国が許可したりですとか、一部限られた方であるものの、フィリピンへの入国に関する情報が入り始めているんですね。本日のラインナップはこちらです。1、フィリピンの入国条件。改めて現時点の内容をおさらいしていきたいと思います。2、現在のナイアの入国手順。現地の情報を視聴者さんより特別にいただいていますので、皆さんに報告いたします。3、フィリピンから日本へ帰国される場合の話。そして最後4、今後のフィリピンということで、参ります。本チャンネルでは皆さんの海外渡航を手助けする情報をお届けしてまいります。踏んだり蹴ったりの2020年にうんざりな方、チャンネル登録をして一緒にニューノーマルトラベラーになりましょう。1、フィリピンの入国条件ということで、未だにですね、外国人の入国は厳しく制限されている中ではあるんですけども、主にフィリピン人配偶者とですね、あとは経済特区を中心とした投資家ビザなんかをね、持つ外国人っていうのは入国できるようになっているんですよね。これはフィリピン入国管理庁のヘルプラインの Facebook アカウントにもあります、政府公認の公式リストでも確認ができます。こちらですね。フィリピン人配偶者の場合ということで、上から2番目にありますね。フィリピン人の外国人配偶者ということで許可されている様子がわかります。対応となるのはフィリピン配偶者ビザということで、こちらも許可されるビザ種類のリストの中で確認することができます。ここで1点注意が必要なんですよね。この夏まではフィリピン国籍のパートナーと結婚したけども 13A ビザまだ取得してないというケースが、あったと思うんですが、以前まではね、こういう方であってもパスポートと婚姻証明の2点を入国審査ゲートでですね、提示することで入国を許可されていたっていうことがあるみたいなんですが、8月からこの規定が変わっている点、注意をしていきましょう。これは8月にフィリピン入国管理庁からプレスリリースされた内容で変更となっております。すなわちですね、入国する前に事前に大使館等でですね、ビザを取得して、それを保有している方に限って入国ができるというレギュレーションに変わっているようです。僕のチャンネルの視聴者さんの中にもですね、13A ビザを持たれている方、もしくは現在取得中の方、様々なご事情を持たれている方がいらっしゃると思いますので、そんな皆さんはご注意ください。そしてですね、次に許可されているビジネス系ビザなんですけども、フィリピンは一部の外国人入国を11月1日から解除していくよという風なニュースがありましたよね。47A2 番のビザということで、こちらはフィリピン経済特区であるペザのやつですよね。あとは投資家用特別居住ビザ SIRV ですとか、他にもフィリピンには様々な経済特区がありまして、例えばルソン島西部にある米軍基地の跡地に設けられた経済特区であるスービックですとか、あとはね、オーロラ太平洋経済圏ですとか、これらが発行している投資家ビザについても入国を許可していくというふうに読み取れますよね。そして永住ビザ SRRV には要注意ということで、SRRV ビザというのはリタイアメントビザとして注目を集めていたものなんですけども、日本人の方でね、こちらのビザを取得すでにされている方っていうのはそれなりにいらっしゃるんじゃないかと思います。10月末に報じられたこちらのニュースなんですが、不正登録っぽいね、動きが懸念される関係で観光省がこのビザの扱いについて見直しに入るというものだったんですよ。で、こちらの動画で発行元であるフィリピンリタイアメントオーソリティに問い合わせをすることで対処できそうだという話をしていたんですけども、現在ではですね、さらに追加情報が入っていまして、SRRV ビザに関する受付処理はですね、ウェブサイトを見る限りは停止されているというふうに記載されているんですよね。本チャンネルの視聴者さんの中にも SRRV 保有者の方がね、多数いらっしゃると思うので、も
もし現状についてより詳しい情報をご存知の方はコメントにね、残していただけると嬉しいなと思います。保有者の皆さん同士でですね、情報交換にぜひ活かしてもらえればと思います。このように緩和されたものであっても後戻りする事例も出てくるかと思いますので、楽観視しすぎずに動きを見守っていきたいものですよね。そして肝心なですね、今後入国条件がどういった形で緩和されていくなんですけども、これはあくまでも僕のイメージなんですが、9G ビザの緩和が来るんじゃないかなというふうに見させてもらっています。こちらは就労ビザと言われるものですよね。そしてその次に QA ビザというですね、短期滞在ビザになるわけなんですが、で、この QA ビザの緩和の中でビジネス以外の目的であっても許可するような形で、我々のようにですね、個人的な理由があって入国を待っている人たちに間口が広がるんじゃないかと、そういう段階あるんじゃないかと淡い期待を持っているわけです。もちろんですね、入国後の14日間隔離ルールなどもつく可能性ありますし、検査費用がね、高額になってしまうとかそういう懸念はあると思うんですけど、理由を持つ人が任意で渡航ができる状態っていうのが段階的にでも入ってくるんじゃないかなと、まだ時間はかかると思いますけども、希望は持ち続けていきたいなと思うわけです。それでは実際に現在のナイアの入国手順がどうなっているのか、丸2に進んでまいりましょう。こちらはですね、視聴者のカズワールドさんより特別に現地からの追加情報をいただいておりますので、報告させてもらいます。特にですね、ナイアについてからのクアランティンプロトコルを細かく知れる情報となっておりました。それでは読み上げさせていただきます。飛行機が到着後、検疫局員が飛行機に乗り込んできます。そこで検疫プロトコルの説明があります。この検疫官が迷彩服を着てるってことで、ちょっとね、ドキドキですよね。その後、機内でいくつか書類を書きます。そのうちヘルスデクラレーションカードという黄色のカードを回収して、一人一人の体温が測定されます。健康報告書を提出するってことですね。その後、順番に飛行機の外に出て PCR 検査場へ誘導されます。まずは受付ですが、そこで4000ペソ払います。フィリピン入国の時の PCR 検査費用は日本円で8000円程度ということですね。現金でも G キャッシュでもカードでも OK です。その後 PCR 検査ですが、日本と違い最初は1本の綿棒で口の中の上部を拭われます。2本目の綿棒で左右両方の鼻の穴から奥の粘液を拭われます。人によってはね、これ痛いとかがあるのかもしれませんよね。それにしても電子マネー化が進んでるってことですよね。これは一ついい情報だと思います。その後、入国審査ですが、この時点で乗客1グループについて1人の担当者がアサインされ、ずっと横に付き添います。入国審査を終えて荷物をピックアップした後、別のカウンターに誘導されます。ここでホテルの予約時に発行されるレターの提示を要求されます。そのカウンターの後、ホテルまでの移動手段を確認されます。私はホテルのサービスカーを予約していたので、その旨を伝えました。そしてようやく空港の出口ですが、そこで機内で記入したアフィデビットを提出します。このアフィデビットっていうのは宣言供述書ってことで、おそらくね、その書類に書いたことを守りますよっていうようなサインを含んだ書類ということですね。ガードがその内容を確認し、OK ならやっと外に出られます。付き添いの担当者は私が車を待って乗車するまで付き添います。時間があったので少し話をしたのですが、車に乗るまでそばを離れてはいけないそうです。ここまで付き添いがあるってことは、ズルがしづらい仕組み、相当ね、意識されているように思われますよね。ホテルは隔離パックとして予約していたので、丸2日間部屋から出られませんでした。食事は3食部屋に運ばれてきました。チェックアウトの際はメールで送られてくる PCR 検査の陰性証明を提示する必要があります。ということでですね、陰性確認後でも入国後は2週間隔離が必須という理解になりますので、ざっくりとね、まとめるとこういうことになるんだと理解できます。フィリピン入国の際は事前 PCR 検査は必要ない。入国後は PCR 検査結果が出るまでは所定のホテルでの隔離が必要。このホテルに関しては出国前に予約が必要。さらにそこから2週間は自宅隔離が必要ということで、ここまで詳細な入国レポートをいただきましたカーズワールドさん、再びね、ありがとうございました。そしてこれからフィリピンの入国予定される皆さんに少しでもこの情報が参考になってくれると嬉しいなと思います。加えまして逆方向の話もしてまいりましょう。丸さん。日本への帰国についてということで、こちらについても現地から渡航された方からの生の声が入っておりますので共有いたします。ひたくおさむさんのコメントです。
おはようございます。現在11月16日の朝です。13日に無事フィリピンから日本へ帰国しました。セブパシフィックの便です。帰国前の PCR 検査証明いりませんでした。関西での PCR 検査証明は陰性で2週間の自宅待機中です。アドバイスありがとうございました。これからもよろしくお願いします。ということでした。日本人の場合は日本に帰国するにあたっての事前の PCR 検査は必要ないということですよね。で、もう一方でですね、外国人が日本に入国するにあたっての渡航というのはこれまでと違って健康証明であったりですとか、出発前72時間以内の PCR 検査証明が搭乗分全員必要な場合がね、あるということなので、この点は要注意ですよね。ちなみにですね、日本人の旦那さんを持つフィリピン人の方が日本に渡航をする際に、大変だったよというお話がですね、アキラ先輩のチャンネルで細かく紹介されていましたので、関係しそうな方、こちらもね、合わせてご覧になっていただくといいのかもしれません。概要欄にリンクを貼っておきます。�4、今後のフィリピン。ということで、日本を含めた周辺国はこういう順序で物事が進んでいるように見えますよね。まずはロックダウン、渡航制限がかかったね、春先ということでしたけども、そこから段階的にロックダウンが解除されまして、国内観光が再開されて最終的にはインバウンド渡航者を受け入れていくということなんですが、これから年末年始に向けてですね、このインバウンド観光客をどういった形で受け入れていくのかっていうのを協議しているフェーズの国が多いわけでして、フィリピンについてはね、一歩か二歩遅れを取っているように見えるのかもしれませんけども、この背景としてはですね、現在のマニラ首都圏は緩和が進むとはいえ GCQ が継続しているということで、この GCQ が年内いっぱいまでは続くんじゃないかという見方がね、マニラの市長さんらの発言を見る限りだとこれが濃厚ですし、国内観光の再開についても今厳しい状況に置かれてるんじゃないかなと思うわけです。その理由はこのね、コロナもそうなんですけど、大災害に発展した台風ユリシーズのね、影響があまりにも大きいということで、こんなニュースがあるんですよね。国家災害リスク管理委員会は、ルソン島全体の災害状態の宣言を推奨していますということで、こちら11月16日の記事になります。外国人の受け入れ以前にですね、フィリピン国内で起きている大災害の復興が必要だという状況ですので、このあたりはね、よく理解をしておかなくちゃいけないというところですよね。振り返りますと、9月の末にね、予測動画を出していたんですけど、このね、中間的予測のまま進んでいるようには一応ね、見えます。ただし台風による災害復旧ですとか、年内のロックダウンのレベル更新がどうなっていくのかっていうね、その時には陽性者が落ち着いてくれているのかどうか、少なくとも年末いっぱいはマニラ首都圏 GCQ 続くだろうという前提に基づきまして、年末年始と、あとは来年頭以降の予測っていうのをアップデートしていきたいなと思っております。なんでも空港スタッフがですね、12月1日から1月15日まで休暇を取ってくれるなということでね、この休暇取得禁止されているようなニュースも出てましたね。こちら入国管理庁のモレンテさんのコメントで、こんなニュースがありました。彼のコメントがね、こんな感じでした。外国人旅行者の数の増加を見越して、空港の入国管理ブースに最適な人員が配置されていることを確認していくということでした。こんな感じでフィリピンの空港職員の皆さんの動きに関するね、情報なんかも出てますので、楽観的なものも含めて幅広いね、シナリオがあり得そうな気がしますよね。フィリピンの今後に興味がある方、特に渡航制限の解除が気になる方に関しては、チャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。毎日のようにね、フィリピンに行きたくても行けないという悲痛な叫び、これももちろんフィリピンに限った話じゃないんですけど、皆さんからコメントをいただいておりまして、全てに目を通させてもらって、返信をね、できる限りさせてもらっております。もう少しだけ辛抱が必要な状況続きますよね。今年の年末年始休暇は例年通りには過ごせない方が多いと思いますので、その期間をうまく使いながら一緒に旅の準備ができれば嬉しいなと思います。本日は以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。大輔でした。